洗車グッズって大量にありすぎて、これ良さそうと思って買ったけど、1回使っただけで棚の奥で眠ってること結構ありますよね。その洗車沼、今日で完全に終わりにします。今回は世界中のプロが現場で愛用している洗車道具を5つ厳選しました。正直安くないけど、安物を何度も買い替えるより間違いないプロクオリティのものを長く使う方が結果的にコスパはいいので、ホイール、タイヤ、ボディから窓ガラスまで、これだけでプロレベルに仕上がる洗車道具を一気にご紹介します。まず1つ目がディテールファクトリーのタイヤブラシ。使い方は簡単で、泡を全体的にぶっかけて、あとはこちらのブラシでこするだけ。サイズが通常と大きめで選べますが、17インチぐらいのタイヤであれば通常サイズで全然いいと思います。使ってみた感想なんですけど、ブラシの毛が柔らかすぎずにしっかりコシがあってちょうどいい硬さなので、汚れ落ちもよく、洗いにくいタイヤの下もハンドルのグリップのところが持ってみると分かりますが、手に吸い付くような人間工学を研究し尽くした形をしているので、こんな感じで手にジャストフィットしてめちゃくちゃ持ちやすく、本体はプラスチックなんですけど、その持ち手の部分や周りがゴムで覆われているため、使ってても全く滑らないし、このブラシがホイールに当たっても傷がつくことを防いでくれるので、使用感は素晴らしいです。ホームセンターで昔買った500円ぐらいのブラシと比べたら全然違いましてね、何より洗ってる時の音が気持ちよすぎたので、ブラシ迷ったらこれです。プロも愛用する洗車用品2つ目がイージーディテールのホイールブラシ。これまで海外を含めていろいろなプロの洗車屋さんで撮影をさせてもらいましたが、ほぼ全員がこのホイールブラシでホイールを洗ってます。こちらの先端だけがちょっと太いやつ、これはどこに使うかというと、ホイールハウスといってこの内側のところを洗うものになってます。ここは正直外から全く見えないので洗わない人が多いんですけど、走ってると一番泥がついて汚れが溜まりやすいので、定期的にここも洗っておくと、そこに溜まった汚れが落ちてきてタイヤやホイールが汚れないため、ちゃんと洗ってあげるのがいいと思います。汚れを溜めすぎるのは良くないですね。そしてホイールのスポークや内側を洗うやつがこちら。これは結構長めのブラシでパッと見毛が硬そうなんですが、この通りブラシは柔らかいのでホイールに傷がつかない仕様になってます。使い方はホイールにシャンプーを全体的にぶっかけて、あとはこのブラシでひたすらこするだけ。スポークももちろん洗えるし、手が入りにくいホイールの内側の奥までゴシゴシ洗えるので、ストレスフリーで快適に洗車できます。このホイールブラシは SNS で動画見てたら絶対に見たことあるやつだと思いますし、日本だけじゃなく海外でもプロがみんな使ってるものなんで、とりあえず迷ったらこれでいいと思います。ただし GR86 など大型のブレーキを装着している車はこのブラシが物理的に入り込まないので、その場合はこれの小型版のブラシを使うか、次に紹介するこちらのブラシがおすすめということで、3つ目がディテールファクトリーのカーブボールというブラシ。普通の筆ブラシと比べて圧倒的にブラシの面が大きいので、どういうところに重宝するかというと、まさにこういうグリルですね。グリルを細い筆でちまちまやっていくのもいいと思うんですけど、やっぱりこれだけ大きいと一気に広範囲を洗えるので、スイスポみたいに厄介なグリルがついた車に対してはめちゃくちゃ効率的で楽です。さらに面だけじゃなく毛先も結構長いので、これ一つで奥まで洗えます。もちろんグリル以外にも先ほどのホイールの表面を洗う時もこれだけ大きいので広範囲を一気に洗えるし、毛が立体的で長いのでホイールの穴を洗うことも可能やし、パーツの形に合わせて毛の向きが変わるので複雑なパーツも洗いやすいです。僕がグリル以外で使ってて良かったなと思ったところは、このワイパーの下のカウルトップのところ、ブラシの大きさがちょうどそのプラスチックのパーツぐらいなので、細い筆でちまっちまやるよりもこの大きいブラシでガッと洗えるのがめっちゃ楽。ワイパーの根元のミットだと洗えないところもこの大きい筆なら余裕。もちろん洗車界隈が一番気にする洗車傷がつくかどうかの問題ですが、見てわかるようにブラシがめちゃくちゃ柔らかくて、例えるなら化粧品のブラシと同じぐらいなので、洗車傷をつけるリスクも最小限に抑えられていると思います。ここで補足情報なんですけれども、洗車傷がつくのは主にボディ表面に硬い砂や汚れが残っていて、その状態で手洗い洗車したらその砂や汚れを引きずることで傷の原因になるので、まず一発目にアルカリのシャンプーをかけてつけ置き洗いをすることをお勧めします。それをするとボディ表面に乗った排気ガスや油汚れ、硬い砂やこびりついた虫汚れなどを科学的に分解して浮かすことで、その後に高圧洗浄すれば汚れの8割ぐらいはスルッと落ちてくれて、傷の原因になる硬い物質もそこで落ちるので、その後に再度泡をかけてこういうブラシで細部洗浄をしてあげると、洗車傷が入るリスクを最小限にできると岐阜のプロの洗車屋さんがこの前言っていたので、皆さんぜひ試してみてください。それでは4つ目ですが、洗車用ミットですね。こちらは
はドイツのメーカーマイクロファイバーマットネスというその名の通りマイクロファイバーに特化した世界20カ国以上で販売されているドイツの戦車ブランドのデリミットというその名の通りデリケートなボディを洗う用のミットになります。特徴はやはりこのめちゃくちゃ柔らかいミット、触った感じぬいぐるみを触ってるかのような柔らかさで、これだけ柔らかいと傷がつく心配はなさそうで、さらに特徴的なのがミットの中にスポンジが入っていて、そのスポンジがバケツの中のシャンプー液をしっかり吸水することでミットをシャンプーでひったひたにして常に水分多めで洗車ができるおかげで滑りが他のミットと比べてさらに良くなるので傷がつかない設計になってます。これまで様々なメーカーのミットを使ってきましたが、柔らかさに関しては今回のデリミットが一番柔らかいですね。ほんとぬいぐるみと一緒です。これ実際触ったら全く同じ感想になると思います。また内側にストラップがあるので、そこに指を引っ掛けて洗車することで手にはめて洗ってる最中に手から抜けて落ちる心配もないです。もちろんこの手袋タイプ以外には普通に掴んで使うタイプもあるんですけど、僕はこの手袋タイプが好きで使ってます。ただしこれの唯一のデメリットとしては中のスポンジがめちゃくちゃ水を吸収するので、洗車後にちゃんと水気を取って日陰に干しておかないと完全に乾くまで結構時間がかかるので、洗車後はちゃんと絞ってから干しておくことをお勧めします。またこれの派生版があって、これがもう今回の中で一番良すぎて人生で買ってよかった洗車用品ランキングトップ3を更新したやつなんですが、さっきのミットはそのままに長い持ち手がついたデリポール。持ち手の長さが60センチから138センチまで伸びるので、背の高い車でも余裕で洗えます。僕の車は背がそこまで高くないので、さっきのミットで全然十分なんですけども、なんでこれが良かったかというと、天井を洗う時も長いので一気に奥まで洗えます。手持ちで洗ってると大体天井の半分ぐらいまでしか手が届かないじゃないですか。それがこれがあることで片側から一気に天井一面を洗えるのでめちゃくちゃ楽。反対側に回って手で洗えよって言われたらそれだけなんですけど、僕みたいにめんどくさがり屋な人にとってはこのデリポールは革命ですね。特に脚立が必要なほど車高が高い車の人はこれがあれば片側から一気に天井を洗えるので、これまでかかってた洗車時間がこれがあることで半分になります。そしてここが僕が一番推したいポイントで、大体の洗車界隈はこういうミットを掃除する洗濯板のようなザルがついたバケツを使っていると思うんですけど、ポールを持ってバケツの側面にこすることで手で洗うよりもしっかりミットを洗います。バケツにはシャンプーが入っているので、ポールで側面をこすったとしてもバケツ自体は全く動かないですし、これが一番良かったのがしゃがまずに立った状態でできるのがめちゃくちゃ楽。しゃがんでミットを洗うのって若い人なら別にどうもないと思いますが、30超えてくるとしゃがむのが辛くなってきます。そのせいで洗車翌日に腰痛くなった人結構いると思います。それがこのポールのおかげで立ったまま洗車からミット掃除まで全てできるようになったので、もう素晴らしく気に入ってます。またちょっと休憩する時もバケツにそのまま突っ込めば自立して倒れてこないです。そして先端のところがこういう風に自由に動くので、例えばボディの側面を洗っている時にボディの形状に合わせて勝手に角度が変わるので、立った状態でボディ下部まで洗えます。これが本当に楽。従来であればしゃがんで車の下を洗う必要があったのが、立った状態で洗えるようになる。もうこれがめっちゃ楽ですね。立った状態で洗って汚れたらそのままバケツに突っ込んでミットを洗って、またボディを洗ってポールを最大まで伸ばせば車の正面に立ってフロントガラスを洗うっていうのも全然できます。この立った状態、無理のない姿勢で車全体を洗えるようになったので、これは個人的に革命ですね。これ体感したら手洗いのミットには戻れなくなるほど快適になります。ただこんなに長い棒で洗ったら洗車傷がつくのではと思った方もいるかもですが、ミットの裏側にはかなり分厚いスポンジがついていて衝撃を吸収するし、洗車傷をつけないコツとしてはやはりさっきも言った通り物理的に触って洗うコンタクトウォッシュする前に徹底的に傷の原因になる砂汚れなどをあらかじめ落としておけば、あとは軽く撫でるだけで汚れは落ちるし洗車傷もつかないので、洗車するときはまず泡かけて放置のプレウォッシュ、これをやってください。その後に泡だけでは落ちなかった残った少しの汚れをミットでかき取るというのが原則で、そもそもこちらのミットはプロが現場で愛用している柔らかい素材なので傷がつく心配もないし、何よりこれがあると本当に手洗い洗車がめちゃくちゃ楽になって、翌日に筋肉痛や腰が痛くなることもなくなったので、僕は今回紹介した中でこのポール付きのミットを一番おすすめします。本当これのおかげで洗車の概念が変わったみたいな感じですね。もちろんこの先端のミット
と長いこと使ってたら汚れてきて交換したくなると思うんですけど、交換用のミットももちろん売ってます。さっきの手洗いでもいいと思うんですけど、どう考えてもこっちの方が楽なので、洗車で楽をしたい方はこっちのポール付きがおすすめですね。僕は完全にこっち派でした。そして最後がミットと同じメーカーマイクロファイバーマットネスから出てる窓ガラスタオルのビトリアですね。皆さん大体コストコで売ってるマイクロファイバータオルで窓を拭いたことがあると思うんですけど、拭いた後に夜運転してるとなんか窓ガラスがギラギラしてて、よく見たらなんか細かいこういうホコリがいっぱいついてるの見たことないですか？特に内窓をコストコタオルで拭くとなんか毛の繊維みたいなのが内窓に残ったことあると思います。それ実はリントって言ってマイクロファイバーの細かい繊維が窓に張り付いてしまって、窓をきれいに拭いたのに完全にきれいになっていないのはリントが原因です。それが今回のビトリアだとリントが出ない設計で蜂の巣のような模様の特殊生地が汚れを絡め取って、かつタオル自体が水を吸収するので、これだけリントが出てる窓にガラスクリーナーかけて拭き上げるとこの通り完璧にクリアなガラスになります。普通のマイクロファイバータオルで窓を拭いてしまうとリントがついてしまうところ、ビトリアは窓ガラス専用に作られたガラスタオルなのでリントを残さずに綺麗に窓を拭けて、タオルの吸水力が強いので拭き筋を残さないクリアな仕上がりになってます。実際にやってみると、こっちが例の黄色のタオル、拭いた後がすぐ消えずに残ってるの見えましたよね。そしてこちらがビトリア、拭いた瞬間跡がさっと消えたのが見えたと思います。今見えたようにマイクロファイバータオルはどこでも拭けるので便利なんですけど、やっぱり使う場所によってタオルを使い分けてあげるのが綺麗な仕上がりになるので、ボディはボディ専用、ガラスはガラス用とタオルは分けて使うことをお勧めします。ガラス以外にはもちろんサイドミラーや車内の指紋つきまくってるモニターを綺麗にするのも余裕でできるので、これ1枚あると視界がよりクリアになって安全運転につながるのでおすすめの1枚です。ということで今回は世界中の洗車のプロが現場で愛用している洗車道具5選でした。どれも決して安くはないけど値段以上の価値は絶対にあると思いますし、買って失敗したくないって方はぜひ手に取って実際にどれだけすごいか体感してみていただければと思います。今回紹介したおすすめの洗車グッズは動画の下にある概要欄に全てまとめておきますので、ぜひ他の方のレビューも参考にしていただければと思います。こちらのチャンネルでは定期的に間違いなくいいものだけ厳選して紹介しているので、買って失敗したくないって方はぜひチャンネル登録といいねを押していただけると動画作成のモチベーションがめっちゃ上がるのでよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。